NASA の機密ファイルに月に赤ちゃんがいる。そんな噂が長く語られてきた。アポロ11号の宇宙飛行士が月で巨大なベイビーを見て叫んだ。そういう話だ。そして確かにアメリカ政府が公開したあるファイルの中にその言葉はある。だが本当の問題はそこではない。その言葉が何としてそのファイルに閉じられているのか。その前後を読んでみる。2026年6月12日、アメリカ政府は UFO/UAP の機密ファイルを新たに公開した。その中の一冊に地味な表題のファイルがある。議会ホワイトハウス宛て UFO に関する市民書簡1998年。中身はごく普通のアメリカ市民が地元の上院議員やホワイトハウスを通じて NASA に送った UFO についての訴えと、それに対する NASA の公式の回答だ。今回はその往復書簡を初めから順にたどる。市民は何を信じ、何を求めたのか。そして NASA はそれにどう答えたのか。まず一つ押さえておきたい。あるものが政府のファイルに載っているということは、政府がそれを事実だと認めたという意味ではない。このファイルの仕組みはこうだ。一般の市民が UFO についての手紙やメールを議員やホワイトハウスに送る。議員の事務所はそれを NASA に転送する。NASA の生涯を担当する部局が一つ一つ返事を書く。そして市民の手紙も NASA の返事もまとめて一つのファイルに閉じられ保管される。それが28年後に機密解除された。だから、あの月に赤ちゃんも NASA が記録したものではない。一人の市民が書き送ったものだ。誰がそれを言ったのか。前後を読むと見えてくる。最初の手紙はメイン州の市民からだった。彼は地元選出のスノー上院議員を通じて訴えた。NASA が最近公開した火星の写真は改ざんされている。本来256回兆あるべき画像が75回兆しかない。そして何かが隠されていると。上院議員はその懸念をそのまま NASA に転送した。NASA の回答はこうだった。最近公開されたマリナーの写真など存在しない。ウジが言っているのはマーズグローバルサーベイヤーの画像だろう。NASA はその画像を改ざんしない。これらは0と1というデジタルの形で地球に届く。そしてこう続く。すべての画像は受信から半年以内に誰もがアクセスできる公開アーカイブに収められ、誰でも見ることができる。改ざんを隠すどころか、すべて公開しているという回答だった。次の市民はアイオワ州選出のグラスリー上院議員にメールを送った。表題はただ NASA。そこにはネットで広く出回っていた宇宙飛行士の UFO 証言集がそのまま貼り付けてあった。その中に問題の一節がある。元 NASA 職員オットー・ビンダーによれば、アマチュア無線化が NASA の通信を傍受した。そしてアポロ11号はこう言った。これらのベイビーはとてつもなくでかい。月の裏に別の宇宙船が並んでいる。奴らは月からこちらを見ている。さらに別の一節では、アームストロングがある教授に、我々は宇宙人に月から出て行けと警告されたと語ったとされる。これが今月に赤ちゃんとして広まっている話の元の文章だ。グラスリー上院議員はこの訴えを NASA に送った。NASA の回答は短かった。長年にわたり宇宙飛行士は多くの物体を目撃した。だがその大半は、後に写真やノーラッドの記録からロケットや宇宙船の破片あるいは水滴と特定された。そしてこう書かれている。月へのミッションでは未確認の物体は何も見られなかった。NASA は UFO を調査するプログラムを持たず、目撃情報を隠してもいない。3番目は少し毛色が違う。ある下院議員が市民から預かった一通の手紙を NASA に転送した。その手紙にはタブロイド紙の切り抜きが同封されていた。見出しはこうだ。議会が宇宙人と話そうとして1億2000万ドルをドブに捨てた。市民は税金の無駄遣いだと憤っていた。NASA の回答は冷静だった。
ご指摘の探査計画はすでに終わっている。議会は1993年に NASA に対し、この計画を終了するよう指示した。そしてこう続く。今日地球外知的生命の探査は、カリフォルニア州にある民間の非営利団体セティ研究所が行っている。つまり NASA は、もうその予算を使ってはいなかった。最後は、二人の市民からの訴えだった。ある市民は、グラスリー・ジョー・インギーンヘのもう一通のメールでこう書いた。エリア51に墜落した宇宙船とエイリアンの遺体が隠されている。ボブ・ラザーやジャロッドと呼ばれるエイリアンの話を根拠に挙げ、こう訴えた。なぜこれほどの秘密が我々に隠されているのか。そして別の市民は、シーセティという団体の会員として、ホワイトハウスを通じてこう要求した。エイリアンと宇宙船の存在の証拠について、公開の議会公聴会か大統領による議論を開くべきだと。NASA の回答は同じファクトシートだった。合衆国政府のいかなる部門も、現在 UFO の調査に関与していない。そしてそのファクトシートの最後の項目にはこう淡々と書かれていた。UFO の目撃を報告したい人は、地元の法執行機関に連絡してください。4つの訴えを並べてみる。火星の改ざん、月での警告、税金の無駄遣い、エリア51の隠蔽、訴えの熱量は様々だった。だが、NASA の返事はどれも同じ形をしていた。短く事務的で出典を示し、そして淡々としている。画像はすべて公開している。証拠は何もない。計画はもう終わった。報告は警察へ。そこには否定も肯定も煽りもない。ただ手元にある事実が置かれているだけだ。市民の手紙は簡単符で満ちていた。NASA の返事には簡単符が一つもなかった。ここで最初の問いに戻る。月に赤ちゃんはなぜ政府のファイルにあったのか。答えはもう明らかだ。NASA が月でそれを見つけたからではない。1998年に一人の有権者がネットで拾った文章をコピーして議員宛てのメールに貼り付けたからだ。そして NASA はそれに答えた。市民が何を信じ NASA がどう答えたか。その両方が同じファイルに並んで残っている。どちらを信じるかを決めるのは私たちではない。記録はただそこにある。war.gov/UFO で誰でも読むことができる。本動画で取り上げた記録は、機密解除プロジェクトパーシューが2026年6月12日にリリース03として公開した公式記録だ。市民の書簡と NASA の回答からなるこのファイルの原文は、すべて war.gov/UFO で閲覧できる。本チャンネルは、アメリカ政府が公開した機密解除ファイルを公式の記述に忠実に紹介していく。これからも世界各地各年代の記録を一件ずつ辿っていく。